アクセル全開、異次元のスピード、超アウターラケット、台湾ニア、大好評発売中。チキータ、横手。あれ全然飛びづらい。ディフェンスは回転的にはこっち。あれおい、重っ。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケターのグッチーとですね、今日は下川さんに来ていただきました。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですね、はい。下川さんにちょっととあるラケットの指導をはい。わかりました。お願いします。了解です。でこちらですね、ちょっと、はい、こちらの日片タイプに見えるそうですね。ラケットなんですけど、はい、これ台湾の、はい、ザ・エッグといううんメーカーの刀1っていう名前のラケットになります。はい。ちょっとこれをですね、下川さんが試打したらどうなるのかっていう、はい、日片使ってる下川さん。そうですね。いいプレーしないと。いつもは本職じゃないけど、まあ本職に近いんで。そうですね。比較的、はい、中ペンと違うのはやっぱり形、はい、ブレードがもう日片と同じで、うん、基本的な形なんで、それでやって、ちょっとよかったら裏面もはい、普段使わないと思うんですけど、はい、ちょっとやってみて、どんな感じか、日片の良さがあるのか、中ペンの良さがあるのか、どっちなのかみたいな。なるほど、なるほど。両方あるのかみたいな。そうですね。ちょっとそこら辺も気になるので、はい。よかったらお願いします。はい。で、今回ラケットがですね、ラバーがですね、こちらのインベンタスエクスティプロですね。こちらの方になります。で、赤面の方ですね。で、こちら黒目のがインベンタス、こっちもエクスティプロですね。こちらが黒。黒が裏面になります。こうと深みがあるかも。あ、深い。深いですね、確かに深いですね。なんで取りづらいですね、軌道が。なんか。ここはなんか日片の良さっていうか、ああ、やっぱ深い気がするわ。深い。お願いします。そうね。やっぱ自分中ペン使うよりやっぱこの指の引っ掛けがあった方がいいですね。それが日片のなんか持ってる裏面できる感じがあるんですよ。なるほどなるほど。こっちの方がやっぱ自分はちょっと好みですね。確かに中ペンだとちょっとねこうわしづかみっていうか。そうですね。ちょっとこう寝すぎちゃう感じがあるんですけど、気持ちやっぱ立つから。なるほど。気持ちですけどね。気持ちやっぱちょっと面が出しやすいかもしれないです。でブロックとかもしやすいかもしれないですね。寝すぎないから。やっぱ中ペンだとこうどうしてもこうスッっていう感じで、ドライブ重視にはいいと思うんですけど、最初はこっちの方がなんか面が出るかもしれないですね。普段フラットでいけるってことですよね。多少フラットでいけるんで。ちょっとドライブとかってどうですか？裏面の方でいきます？はい。入っちゃうかもしれないです。でも全然日片っぽいけど日片みたいなぶっ飛び感はないですよ。なるほどなるほど。確かに。すみません。なんかこうバックは結構だからしなって上がってるような。そうですね。はい。フォアは結構ボーンってくるけど。ズボーンっていう感じがあるかな。ショートどうなのかなっていう。まあでも優しい感じありますね。全然むしろなんかこう収まりがいいっていうか。できる感じですか？はい。まあプレーをする分にはすごいやりやすいと思います。ただこう多分ですけど自分がやっぱり今まで日片とかチャパさんに勧められてバイオリンとか使った中でやっぱり
板圧が薄いとどうしても相手がこう、うわってなってくれない。だあから入れる分には全然これは入れやすいんですけど。なるほど。じゃあ混ぜるぐらいならいいかもしれない。そうですね裏面とかの中にショート混ぜるそうですね。ちょっとこう、ポンっていうのは。止めたい時に。止めるみたいな。相手のドライブを止めたい時に。は全然いいと思います。ぐらいのはい。こう出るかも。そうです。さっきの。裏面の救出も嫌だし、ショートの救出も嫌っすよ。やっぱ両方混ざると取りづらいです。つつき打ちとかどうですか？そうですねバック、裏面のやつはまずどう？じゃあちょっともうバックから。はい。バックはどうですか？消える？あおお。裏面かかってる。そうっすね。すいません。おお。かかってる。ああ、浮いた。あ、押さえて。すいません。ちょっと自分の力量的にちょっと一発は難しいですね、今のところ。まあ、これぐらいそうですよね。普段振り込み、回り込み。ペンドラっていう。さすがに単板よりは威力。そうですね、単板よりがちょっと威力が落ちてる。落ちてる。なぁとは思うっす。それだ。それだ。おい。重っ。フォアの短いのってどうなのかな。日辺強いじゃないですか。まあそうですね、この辺は自在性が。得意というか、どうすか、そこら辺。でもやっぱ収まりがいいな。収まりいいですか？変わんないですか？いや、やっぱこっちの方がやっぱ操作性がいいですね、さすがに。飛ばないから。日辺だとさすがにちょっとこういう感じでボッていくんですけど。単板だね。まだこう、スッて落ちるというか。板が薄い分ってことですね。なるほど。全然できるからね。全然、むしろやりやすいぐらい。今ちょっと連続攻撃重視で。じゃあそういうラリー好きの方。そうですね。両ハンドラリー型。はい。わあ、いいっすね。そう、じゃあ全然できそうですね。押さえ。いや、なんか、普通の日辺のレシーブとつっつきとか、なんかなんですか、そう、下方よく見る、そういうのとかできます。この良さも残ってますよね。残ってますか。いいっすね、今の。台上の中に。なるほどね。OK です。全然振ってください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 。横通し。横通し。ずっとずっとあかんですね。ですね。真ん中からできる。すいません。回転的はこっち。回転的はこっち。危ない。危ない。
どうでしたか、こちらのそうですね。刀1を使ったなんか感じはどうです自分のイメージ、入る中にはいこう刺さるボールがうんこうあるかなっていう感じで、そうですねだから日片とまでは言わないけど、ちょっとその日片っぽさを残しつつ、はいはい上がりながら刺さる。で、反転式の中ではその中でもやっぱすごい弾みがあるうんし、決定力があるラケットだなというふうに思いました。うん単板では利面できないんで。そうです。確かに実際私も下川さんのボール受けてみて、リメン来たと思ったらショート来たみたいな人がね、プッシュ来たと思ったら、うんね、またなんか、このフォアで回られてね、うんドーンとね、ペンの単板っぽい確かにプレー三刀流みたいな、利面、ショート、こう、いろいろフォアハンドみたいな。いろいろあるっていう意味で怖さがうんあったんで、はい。ということで、ぜひ、よかったら皆さん、中ペンとなんか日ペンのなんか、間みたいな感じの立ち位置なんですけども、よかったら使ってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。